こんにちは、モネです。今日はですね、スヌーピーミュージアムに行ったので、そこで買った可愛い文房具たちを紹介していきます。美術館のショップってその展示だけのオリジナルで特別なマステがあったりするので楽しいですよね。文房具のお買い物自体すごく久しぶりだったので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今日も楽しい手帳時間行ってみましょう。今回行ったスヌーピーミュージアムは南町田グランベリーパーク内にあります。夏服を変えたらなって思ってアウトレットに行くついでに行ったんですが、私は結局エプロンだけゲットして夏服は買いませんでしたね。初めて行ったんですが、アウトレットよりスヌーピーミュージアムのがボリューム満点でテンション上がっちゃいました。7月11日までスヌーピーと兄弟っていう企画展が行われています。それでは買ったものたちを紹介していきます。まずはクリアしおり。このしおりは1枚180円で思った以上に安かったですね。10種類くらいはあったと思います。私は悩みに悩んでロゴイエローっていうものと原画のテントの2つを買いました。普段ね、小説を全然読まない私ですが、このアイテムを見たとき手帳に挟むしおりにしようと思い、そこでカゴに入れてました。お家にお迎えして早速穴を開けちゃいます。やっぱね、穴を開けるのドキドキしますね。手帳からちょっとはみ出るように場所というか位置を確認して、一思いに穴を開けました。なかなかいい感じですよね。イルビゾンテの手帳を買った時にもともとついていたこのしおりも便利だったんですが、可愛さにねちょっと欠けていたので、新しくできて大満足です。私はプラスチックのものも結構リフィルメーカーで穴を開けれそうだったら結構ガンガン開けちゃうんですが、メーカーさんの方では紙以外のものに穴を開けることは推奨してないので、自己判断でどうかお願いします。うまく開けれなかったとか、リフィルメーカー壊れちゃったとか、もし言われたとしてもちょっとね、責任はね負いかねます。どうか自己判断でお願いします。お次はポストカード。1枚200円で2種類買っちゃいました。美術館に行くと結構高確率でポストカード買えますね。今までは手帳に挟んでたんですよ。この透明のクリアパックっていうんですかね、これに入れてメンディングテープで穴を開ける場所を作って、こんな感じになるようにしてたんですが、バイブルサイズになって今更ですがサイズが合わないことに気づきました。なので挟めませんですね。すいません、日本語がおかしかったですね。挟めませんねですね。もうね、これはちょっと盲点でした。このスヌーピーの兄弟が写っているポストカードは彼と私2人が気に入ったので飾ることにしました。ポストカードは一回り大きなフレームに入れてあげるとおしゃれさが増すのでおすすめです。このフレームは確かフライングタイガーで500円ぐらいだったかな。結構ね、安くても様になりますよね。そしてお次はどこに使うかは決めていませんが、クリアシール1枚300円でした。結構ね、いろんなシールがあったんですけど、結構欲張っちゃって全員が集合したイラストのものを購入しました。これこそね、バイブルサイズに挟めそうなので手帳に挟むかもしれません。そして最後がマスキングテープ480円でした。5種類くらいあってどれも可愛かったんですが、地の色が白のものがやっぱり使いやすいのでシンプルめなこちらの柄にしました。キャラクターが1人ずつ横を向いてる柄で、フレームとかに使うっていうよりもどちらかというとまた吹き出しを付け足して使えそうです。何をね喋らそうか今から楽しみです。スヌーピーミュージアムではいろいろ買いましたが、南町田グランベリーパークに行ったので夏のね洋服を買おうと思ってたんですよ。
なんですけど、結局夏服は1着も買いませんでした。ですがダルトンのショップがあったので、汚れに汚れたエプロンを変えるためエプロンだけ購入しました。厚手でおしゃれで大好きなエプロンです。結構ねヘビロテで買ってますね。今回はナチュラルの短い丈のものを買いました。今回ねお買い物したものたちはこれで終わりです。スヌーピーミュージアムやアウトレットでのお買い物が終わって渋谷に戻ったので、ご飯も外で食べてきました。何かと食とセット、違うな。いや、むしろ食がメインですね。食で結構行き先を決めることが私たち多くて、渋谷駅からちょっと歩くんですが、随町っていうところのカツ丼も食べて帰りました。B 級グルメ感のあるカツ丼で美味しいので、近くに寄った方はぜひ食べてみてください。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんて方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。